皆さん、こんにちは、こんばんは。自称体液電子工作員外房テックです。これは、このチャンネルの初回投稿です。このチャンネルでは、電子工作の作ってみた的なレポートや、電子工作のヒントを提供できればと思っています。さて、初回のテーマは N チャンモスフェットで作る無安定マルチバイブレーターです。バイポーラトランジスタの無安定マルチバイブレーターは、古くは製品レベルにも使われたようですが、今でも電子工作や教育現場では人気です。検索で出てくる回路は、乾電池2本の 3V か、身近に多い 5V の電源がほとんどで、それなら問題ないのですが、もっと高い電圧、例えば 006P の 9V や 12V などで使用すると、絶対最大定格エミッターベース間電圧 VEBO を超えるという問題があります。絶対最大定格エミッターベース間電圧 VEBO は通常 5V 程度です。これはベースエミッター間の PN 接合に逆電圧をかけた時の対圧なのですが、バイポーラトランジスタの無安定マルチバイブレータで電源を 5V 以上にすると、これを超えてしまいます。確かめてみましょう。これは無安定マルチバイブレーターの回路図です。一般的にはこのように向かい合わせに書きますが、わかりやすいように、回路図の書き方の原則通り、左から右へ信号が流れるように書くとこうなります。LT スパイスでシミュレーションすると、電源電圧 5V では問題ありませんが、12V では、このように、ベースエミッター間にマイナス 11V ほどの逆電圧がかかり VEBO を超えています。スパイスモデルは耐圧破壊状態まではモデル化していないので波形に現れませんが、実測すると、電源電圧 5V ではベース電位は、まだ綺麗な CR 自定数のカーブが見られますが、7.5V あたりから頭打ちになって、ベース電位はマイナス 4V あたりでクランプされ、12V ではこうなります。バイポーラの回路のままでの対策法については、別動画で扱う予定ですが、今回は、こうした制約のない N チャンモスフェットを用いた無安定マルチバイブレーターを作ってみます。それがこの回路です。使用した N チャンモスフェットは Amazon で取り寄せた 2N7000 です。定番デバイスのようです。秋月電子の方が単価は安いのですが、送料が600円かかり、少量買うと割高でした。スパイスモデルもネットで入手できたので、LT スパイスに組み込みました。2N7000 のデータシートです。見るべきところは、ピン配列、ゲート対圧、ゲートスレッショルド電圧 VTH です。ゲートスレッショルド電圧は低めの型番が使いやすいです。回路の説明をしましょう。バイポーラトランジスタの回路をそのまま N チャンモスフェットに変えればいいかというと、そうではなく、モスのゲートにバイアス電圧を加える必要があります。カレントミラーと呼ばれる方法で、ゲートスレッショルド電圧 VTH に等しい電圧を作り、モスフェットのゲートの基準電位とします。図の U3 はゲートとドレインをつないだもので、モスダイオードと言います。バイポーラトランジスタのベースとコレクタをつないだものが、ダイオードになるのと同じです。電源から抵抗を介してモスダイオードに電流を流しておくと、VTH バイアスは常にモスが少しオンし始める電位に保たれます。こうすると、U3 と U2 はゲート電圧が同じなので、素子特性が同じならほぼ同じ電流が流れます。基準電位は抵抗分圧でも作れますが、カレントミラーにすれば、電源電圧や温度が変わっても、常にゲートスレッショルド電圧 VTH がモスフェットのゲートに与えられます。VTH は式1電圧、すなわちモスフェットがオンする境目なので、少しの電位変動で、モスフェットはオンオフします。LT スパイスで動作波形を確認します。というか、実際は LT スパイス上で試しながら回路を作っていきました。
C と R の値も、計算するより LT スパイスを流してみて決めた方が早いです。今示しているのは、電源電圧 5V の波形です。ゲートの電位は VTH バイアスを基準に出力振幅だけ上下に触れます。12V の波形です。VTH バイアスはさっきとあまり変わらず、それを基準に上下に 11V 弱触れます。2N7000 のゲート耐圧は 20V あるので問題ありません。余談ですが、フリップフロップやマルチバイブレータのような左右対称な回路の場合、スパイスでは、現実と違いモデル上全く差異がなく熱雑音もないため発信が起こらなかったり、初期値が求まらず回が収束しなかったりすることがあります。そのため、初期値を与えたり、動作に影響がない高抵抗や小容量を片側だけにつけてやったりする必要があります。それはさておき、シミュレーション上、5V でも 12V でもちゃんと動きました。では、実際作ってみましょう。コンデンサーはプラスマイナス両方向の電圧がかかるので、積層セラミックなど無極性のものにします。私は Amazon で中華盛り合わせを購入しました。なければとりあえず、電解コンデンサーを2個直列、向かい合わせにつないでも良いでしょう。LED は何でもよく、青や白でも構いません。ちゃんと動きました。まず、VTH バイアスの電源依存性と動作電圧の加減を L 値下の目視で調べます。12V まで上げても VTH バイアスはほとんど変わらないことがわかります。そして、12V でもちゃんと動作しています。次に動作電圧の加減を調べます。緑の LED が見づらいですが、動作電圧の加減はおよそ 2.5V でした。乾電池2本の 3V でも動きそうです。点滅はかなり速くなりました。手持ちの中国製 USB 後ろで波形を観測します。この後ろでは 1Hz 程度のパルスはうまく波形を止めて見られないので、コンデンサーを小さくして周波数を上げました。5V の波形です。チャンネル1は A アウトすなわち出力波形です。モスなので出力はグランドまできっちり下がります。出力ハイはドレーンに LED があるので、途中で LED がオフになってハイインピーダンスになり、VDD まで上がっていませんが、LED に 2.2kΩ 程度の抵抗を並列接続すれば VDD まで上がります。チャンネルには MOSFET のゲート電源です。VTH バイアスの上下に対象に触れています。周波数は CR が 0.01マイクロファラッドと 470kΩ で 43Hz でした。12V の波形です。5V の時と同様、出力は下はグランド、上は VDD から LED 分下がった電位まで触れます。周波数は 33Hz でした。
チャンネル2のモスフェットのゲート電位は VTH バイアスの上下にプラマイ 9V ほど触れています。ソースのグランド電位に対してゲートが最大プラス 11V とマイナス 7V ほど。最大定格は 20V なので OK。ドレインが 0V でゲートが 11V の時もこれに相当します。ドレイン 11V に対してゲートがマイナス 7V の時、最大定格は 60V なので OK。2.5V の波形です。相対的に LED の順方向電圧の影響が大きくなるので、振幅は小さくなります。周波数は 88Hz に上がっています。以上、N チャンモスフェットではうまくいったので、次回は P チャンモスフェットで作ってみます。これは投稿第1作ですが、今後増やしていこうと思っています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。